こうこうこれがこううわこう切ってこうかけたところを中にパッとこう中入ってるんですよ。鋭いパンチを捕まえた。いや、どうも違うようです。掴むんじゃなくてかかるようにしてこう勝手にかかる。こうかけて引いたら入る。引いたらこっから入る。相手が引いたら入る。相手が引くのに合わせてさまざまな技がかかる。高石橋さんが体験する少林寺拳法シリーズ、ついに最終回。井上先生、今回もよろしくお願いします。引いたら肩の方に戻ってくるんですよ。だから肩のところに持ってくるんです。こう、こうこの肘を肩のところに持ってくる。こうやってそれをそうやるとこうかかるようになるんですよ。まあ今横拳でも何でも同じなんですけど、縦拳でもでかかるようになるんですよ。でそれが今度はかからないよ、普通にこういうでしょ。こうでこれがこう、うわこれ本人何も知らなかったから今本人知らなかったあって言ったんですよ。今だからやられたことないから。というのは今はこう切ってこうかけたところを中にパッとこう中入ってるんですよ。でこの瞬間これほら引いても中に入るからこう中に入ると関係ないですこれ。でその瞬間崩してフォークに持っていくんです。ほんであれはダメだったらこうパッとこれが打ったら相手が打った時にこう引けば引くほどこう入るだけでこうでその手が今度反対だったらいいよ今みたいに外れるところをこう入る。なるほど。確かにこうパンチを掴んでるわけではないわけですね。そういう技術なんだ。そうだから必ず新井先生がやるこれ基本なんですけど、掴むんじゃなくてかかるようにするんですよ。こう勝手にかかるように。掴むと外れちゃう。なんかやるとだからかかるようにするんです。ところがそれだけにして相手は当然ながら引いてきたらここに来るからこうやる手を今さっき手をここに入れるだけでこうそれでこうでこれが手がもう一つつけるとこう分かんない。これが引きがこう来たんでこう入るこう入るそれ基本はでもこれですよ。こう入ってごめん腕がこういく指大丈夫。こう来てこういくんですよ。必ず引くからこうでその瞬間に引いたら入るんです。こういや別に落として今みたいにこうなるでしょ。こうなったらこういくんですよ。絶対次もあるこれだからそういうようなことをやるんですね。そういうふうにしてやってでそれ冗談付きだったら同じくこれ引くでしょうが引くんです。これ肘を中にです。この付きがそうです。こうやったりこうやったりしてでこれだから肘を捉えてほんでこっからいいですか。今肘を捉えてこう投げてるでこっからじゃあ手首は取ってねえかって言ったら実はこっから手首こっから手首固定してから固定してるんですよ。固定してだからそういうふうにして全てやっていくいうことです。だからこれ話からこっちいやちょっとゆっくり確率圏で蹴るでしょ。こうから内側から蹴るこれも中に入れる足をで引くと当たるようになってる。だからこうやってからこう蹴るんじゃなくて受けたら中に入れる。今みたいに相手が引いたら入るできる。相手に持ってってもらったんですね。逆にそういうふうに組むんですよ。だから必ず防御反撃のセッティングっていうのはだから今さっきこうやってきた自分はだから今さっきの返し芸で受けたとするでしょ。受けたらこうするんですよ。ほんで相手引いたら返し芸でやるんですよ。パーってやってだから必ず入るようにするんですよ。セッティングはもうみんな全てですよ。こうね今言う違う反対側次今度上段突きこれもそうでしょ。こうだから螺旋状ですね。螺旋状踏んでると肩の方に来る。だから今さっきの原理で理屈は同じ。肩の方に絶対来るからこのところに持っていくんです。で相手引っ張ってきたら肩にもう全てですよ。で保険は一応かけておく。こう保険は危ないからこれ保険かけてこう入るこうで手でもかけてたら何とでもなる。だからかけてここの手首取れるしこういう状態も取れるとでこうも取れるし
情報量がそういうことかと思ったけど、もっと深い何かがね。あとはそのタイミングですよね。タイミング本当にその動きながらこうやってる中でそうのそうタイミングそうパッて来た時にスパッてそうそうそうまあ相手の手に持ってってもらうみたいなイメージですよね。きっとタイミングです。それは本当にもう何回もそれやってっていう。こういう人相手にパンチとかさ、いやいやいや出せないよね。そう何もこういうのが出せないよね。できちゃう人って分かっちゃうともう何もしたくなくなるよね。いやちょっとこれはみんなだから蹴りも何でも私やってるのはみんなできるということです。集団でもこう蹴ってくるでしょ。カルトとかこうこれをね確率置いてる。ほんならこう足が残るんですよ。こう。で足が残ってことうわ足が残ってことうわ膝でだから膝で受けるでしょ。こうほんなら足が必ず来るんですよ。こう受けたらこうさせるんですよ。でその足を取るんですよ。これこうねだから今がこう受けるかこれで今ここを強くしてるんですよ。こう上げて。肉を強くしてる。だからいきなりやると突き飛びしちゃいけない。こう受けながらクッと上げるんですよ。ここに取られた時にあと天秤取るんですよ。うまくいけばこうやってやっていく。私がパッとやっても彼らもすぐできちゃうんですよ。原理その上で。というのは少林寺拳法の基本技を彼らやってるから地方に行ってもそうです。一瞬4段5段の人がいてパンってみんな分かんないですよ。何されたか。で説明したらすぐできちゃう。それ何か言ったら基本と法規をしっかりしてたら自分の応用技すぐできますよって本当に8割方みんなできちゃう。しっかりやってない人はできない。みんな応用ですが私がやってるのは今のあれもみんな応用なんで基本の大事さと法規の大事さこれをしっかりやりなさいよって言ったらもうみんな一生懸命やります。それが少林寺拳法の自分はやっぱりいいところだと思ってるんで。井上先生、今回もありがとうございました。さあ次の少林寺拳法シリーズをお楽しみに。開祖宋道真の時代から現在の一般の剣士まで確かに受け継がれる思想と技術を総まとめ、黒帯ワールドが送る少林寺拳法 DVD シリーズ第3弾少林寺拳法ワールド。井上博夢の特別講習。もろ手やもろ手みんなそう必ずみんな並列に動く同時に動く。演武の本質と修練法。決められたこと以外のことを無意識に技が出てしまったっていうのが実は大事なところだ。戦術蘇生とは何か。行くぞって言った時にそこにもう的がいない、気づいたら手がここにある。その先生にはね技かけるのね開祖しかいないんですよ。直弟子たちが語る開祖の姿。こっから取るからかからんのやね、こうかけようっていうこんないたのになんでこんなバシン投げるんでちょっとこれ手加減してくださいよって言ったらバカもん実際にやるとかコンクリの上やろ痛みやったらましやお前そんなんやったんですよ。全てがつながる少林寺拳法ワールド。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。